り解説。許されざる者に見る暴力と贖罪の真実。ねえマリサ、許されざる者って有名だけど、普通の西部劇とは何が違うの？いい質問だな。あれはただのガンマン映画じゃないんだ。暴力と贖罪っていう、人間の深いテーマが中心になってる。西部劇って言うと、悪い奴を打ち倒す爽快な話ってイメージがあるけど、でもこの映画は、暴力の正当性や後悔、そして許されることの難しさを描いてる。見た後にずしんと重さが残る作品なんだぜ。なるほど。じゃあ今日はその深いテーマを一緒に解き明かしていくんだね。ああ、許されざる者が何を伝えたかったのか、一緒にじっくり見ていこうぜ。許されざる者における暴力の多面的な描写。主人公ウィリアム・マニー。過去の凶暴性と現在の抑制された暴力。それじゃあ、早速許されざる者の核心に迫っていきたいんだけど、まずは主人公のウィリアム・マニーについて教えてくれる？彼の暴力って、どんな風に描かれているのかしら？おう、ウィリアム・マニーだな。彼の暴力は、まさにこの映画のテーマを象徴するような、複雑で多面的なものなんだぜ。結論から言うと、マニーの暴力は過去の冷酷非情な残虐性と、亡き妻によって封印された現在の抑制された暴力として描かれているんだ。過去の残虐性と、現在の抑制された暴力。なんだか対照的ね。どうしてそんな風に描かれているの？いい質問だぜ、レイム。マニーはかつて、女子供も容赦なく手にかける極悪非道のアウトローとして、恐れられていたんだ。その凶暴性は凄まじく、仲間からも血も涙もない冷血感と評されるほどだった。しかし、彼が愛する女性と出会い、結婚したことで、その暴力性は一旦鳴りを潜める。妻の影響で彼は過去の自分を捨て、二人の子供と共に静かに農夫として暮らすことを選んだんだ。妻は彼にもう二度と人を殺めないと誓わせ、その誓いが彼の暴力性を抑え込む重しとなっていた。愛する人の存在が、彼を変えたのね。具体的に、映画の中ではどんなシーンでそれが描かれているの？例えば、映画の序盤、マニーは賞金稼ぎの話を持ちかけられても、最初は堅くなに断るんだ。亡き妻との約束を守り、子供たちのために真っ当に生きたいという思いが強いからだ。しかし、生活は困窮していて、子供たちを飢えさせるわけにはいかない。結局、彼は生活のため、そして心のどこかでくすぶっていた過去の自分に惹かれるように、再び銃を取ることになる。だが、いざ人を撃つ段になると、昔のように簡単には引き金を引けない。酒の力を借りなければ、かつての冷酷さを取り戻せないほど、彼の内面は変化しているんだ。馬にもまともに乗れず、銃の腕も鈍っている描写は、彼がどれだけ長い間、暴力から遠ざかっていたかを物語っているぜ。なるほど。かつての凶悪なアウトローの姿と、妻の影響で暴力を封印し、苦悩する現在の姿。そのギャップが、マニーというキャラクターの深みになっているのね。だからこそ、彼の暴力は単なる悪ではなく、人間的な葛藤の表れとして描かれているわけね。その通りだぜ、レイム。マニーの暴力は、彼の過去と現在、そして彼自身の内なる善と悪のせめぎ合いそのものなんだ。そして、物語が進むにつれて、その封印された暴力が再び解き放たれていくことになるんだが、それはまた後で詳しく話そう。保安官リトルビル。法の名のもとに行使される冷酷な暴力。マニーの暴力についてはよくわかったわ。それじゃあ次は、彼と対立する保安官のリトルビルについて教えてくれる？彼の暴力は、マニーとはまた違った種類のものなんでしょ？その通りだぜ、レイム。リトルビルの暴力は、マニーのそれとは対極にあるようで、実は根深いところで繋がっているとも言える、非常に興味深いものなんだ。結論から言うと、リトルビルの暴力は法を絶対的な盾とし、自身の歪んだ正義感と支配欲を満たすための、冷酷かつサディスティックな暴力として描かれているぜ。法を盾にした暴力。なんだかすごく嫌な感じね。具体的にはどんな風に？リトルビルは、ビッグウィスキーという町の保安官で、町の秩序を守るという大義名分を掲げている。彼は町に銃を持ち込むことを厳しく禁じ、
賞金稼ぎたちに対して高圧的な態度で接するんだ。例えば、有名なガンマンであるイングリッシュ・ボブが街にやってきた時も、些細なことで彼を打ちのめし、見せしめのように街から追放する。その際、ボブの伝記作家に、銃の腕だけでは一流のガンマンとは言えない、度胸と冷静さが必要だと語るんだが、それはまるで自分自身に言い聞かせているようでもあるんだ。自分の力を誇示しているようにも見えるわね。まさにそうだぜ。彼は自分の立てている家が歪んでいることを指摘されても認めない、独善的な性格の持ち主でもある。この家は、彼の歪んだ正義感の象徴とも言えるな。そして、彼の一番の暴力性があらわになるのが、マニーの仲間であるネット・ローガンを捕らえた後の拷問シーンだ。リトルビルは、法の名のもとにネットを鞭で打ち、情報を引き出そうとする。そこには、法を執行する者の冷静さよりも、相手を支配し、苦しめることへの優越すら感じられるんだ。うわぁ。それはマニーとは違う意味で恐ろしいわね。マニーの暴力は、過去の罪や生活苦から来るものだったけど、リトルビルのはもっと陰湿な感じがするわ。そうだな。マニーが自身の暴力性に苦悩するのに対し、リトルビルは自分の暴力を正当化し、むしろ楽しんでいるようにすら見える。彼は恐怖によって街を支配し、自分にとって都合のいい秩序を作り上げようとしているんだ。しかし、その暴力もまた、新たな憎しみと暴力の連鎖を生み出すことになる。最終的にマニーの怒りを買い、壮絶な最後を迎えることになるんだが、それは彼の暴力が招いた当然の結末と言えるかもしれないな。なるほど。法の執行者という立場を利用して、自分の歪んだ欲求を満たしていたのね。彼の暴力もまた、この映画の重要なテーマを考える上で欠かせない要素だってことがよくわかったわ。賞金稼ぎたちの暴力、金銭と名声のための無慈悲な行為。この映画に出てくる賞金稼ぎたちって、みんな何のために人を殺してるんだろう？なんだか、見ていてすごく恐ろしくなったわ。ああ、レイムの言う通りだ。まさにそれがこの映画の大きなテーマの一つなんだ。賞金稼ぎたちの行動の根底には、金銭や名声といった、非常に人間的な欲望が渦巻いているんだぜ。デライラさんを傷つけた犯人にかけられた賞金が、ウィリアム・マニーやスコフィールド・キッドを動かすきっかけになったもんね。そうだろ？彼らが銃を手に取るのは、あくまでも金のためなんだ。マニーは貧しい農場で子供たちを養うために、キッドは若くて世間知らずな好奇心と、自分の名を上げたいっていう願望から、この無慈悲な行為に加わっていく。マニーは、もう人を殺したくないって言ってたのに、結局また人を殺しちゃったし。ああ、そこが人間の複雑さというか、情の深さなんだろうな。彼が過去の凶暴な自分を捨てようと決意していたにもかかわらず、高額な賞金という誘惑、そして何よりネットの死という個人的な感情が、彼を再び暴力の世界に引き戻してしまう。彼の殺人は、決して正義のためじゃない。それは、金と復讐という、個人的な感情に突き動かされた結果なんだ。リトルビルも、自分は法の執行者だって言ってたけど、やってることは賞金稼ぎたちと変わらないような。そう感じるのも無理はない。彼もまた、その暴力に拍車をかけている存在だよな。彼は秩序を守るという名目で、残忍な拷問や殺人をためらわない。彼の行動も、ある意味で自身の権力や名声を守るための、無慈悲な行為なんだ。彼は法律という名のもとに暴力を正当化しているが、その行為自体が、賞金稼ぎたちの暴力と本質的に変わらない。むしろより陰湿なものとして描かれているんだ。なんだか、誰もが自分の都合で暴力を振るってるみたいだね。その通りだ。この映画は、金銭や名声、あるいは自分なりの正義という名目のもとで、人間がいかに無慈悲な行為に走ってしまうのかを、深く、そして冷徹に描いているんだ。それは、現代社会にも通じる、人間のダークサイドを映し出しているとも言えるだろうな。登場人物たちが背負う贖罪という重荷。ウィリアム・マニー、亡き妻への誓いと罪悪感からの逃避。この映画を見ていて、ウィリアム・マニーが一番複雑な人物だなって感じたんだけど、
彼って何と戦っていたんだろう？ああ、レイムの言う通り、マニーは本当に複雑なキャラクターだ。彼の人生を動かしていたのは、まさに贖罪っていう重荷なんだぜ。特に、亡き妻クラウディアへの誓いが、彼の行動の大きな原動力になっていたんだ。そうだよね。妻がいたから、彼は凶暴な自分を変えようとしてたんだもんね。その通りだ。彼は過去に多くの人を殺め、悪楽非道な行いを重ねてきた。でも、クラウディアとの出会い、そして彼女の愛情が、そんな彼を変えたんだ。彼女は彼の荒んだ心を癒し、酒や暴力から彼を遠ざけた。だから、マニーにとって、妻との誓いは、過去の自分と決別し、善良な人間として生きるための唯一の道だったんだよ。でも、結局また殺し屋に戻っちゃったのは、どうして？そこが、彼の贖罪の旅の難しさ、そして悲劇性なんだ。彼は貧困から子供たちを養うため、そして友人のネットが殺された復讐のために、再び銃を取ることになる。この決断は、亡き妻への誓いを破る行為であり、彼自身が最も恐れていた過去の自分に戻ってしまうことを意味していたんだ。また人を殺すことになって、彼はどんな気持ちだったんだろう？彼の行動は、金のため、そして復讐のためだったけれど、その裏には深い罪悪感と自己嫌悪が渦巻いていたはずだ。特に、彼が酒を絶っていたにもかかわらず、また飲み始めてしまうシーンなんかは、彼がどれだけ苦しんでいたかの表れだろう。彼は、過去の自分を許されざるものだと自覚しながら、それでも生きていくために、そして愛する者のために、再び手を汚さざるを得なかった。それって、本当に贖罪って言えるのかな？難しい問いだな。映画は、彼の行動が真の贖罪につながったのかどうか、明確な答えは出さない。むしろ、贖罪がいかに困難で、時に新たな罪を生み出すかを示しているようにも見える。彼は、過去の暴力から逃れようともがくが、結局は再びその闇に引きずり込まれてしまう。彼の人生は、罪悪感からの逃避と、それが叶わない現実との葛藤の連続だったんだぜ。ネットローガン、過去の罪との向き合いと苦悩。ウィリアム・マニーの親友であるネット・ローガンも、マニーと同じように過去にひどいことをしてきたんだよね。彼もまた、贖罪と向き合っていたのかな？ああ、レイムの言う通りだ。ネットもまた、マニーと同じく過去に多くの暴力に手を染めてきた男だ。彼は、マニーと共に悪名高い殺し屋として名を馳せていたんだからな。だからこそ、彼もまた贖罪という重荷を背負っていたんだぜ。でも、彼はマニーと違って、途中で引き返そうとしてたよね？そうなんだ。そこが、ネットというキャラクターの重要な点だ。彼は賞金稼ぎの旅に同行するものの、途中でデライラを傷つけた男を殺すことを躊躇するんだ。特に、スコフィールド・キッドがその男を撃った後、ネットは精神的に大きな動揺を見せる。あの時、彼はすごく苦しそうだったもんね。そのシーンは、彼が過去の罪と向き合い、もうこれ以上人を殺したくないという強い葛藤を抱えていたことの表れだよな。彼は、かつての自分とは違う、善良な人間として生きたいと願っていたんだ。その願いが、彼を暴力の連鎖から抜け出そうとさせた。なのに、結局、リトルビルに捕まって、あんなひどい目に遭わされてしまうなんて。ああ、彼の死は、この映画の中で最も残酷で、見る者に衝撃を与える場面の一つだ。ネットは、過去の罪を悔い、償いをしようとしたにもかかわらず、その報いを受けるかのようにリトルビルに拷問され、命を落とす。彼の死は、暴力の根深さ、そして一度足を踏み入れた闇から抜け出すことの困難さを象徴しているんだ。彼は、結局、救われなかったってことなのかな？安易な救いは描かれない。だが、彼の死は、マニーを再び暴力の道へと引き戻す引き金となる。そして、ネットが苦しみながらも暴力に抵抗しようとした姿勢は、私たちに贖罪という行為がいかに困難であり、同時にいかに尊いものであるかを問いかけてくるんだ。彼の苦悩と選択は、観客に深い問いを投げかけ、暴力の本質について深く考えさせるきっかけになっているんだぜ。デライラ・フィッツジェラルド、傷つけられた尊厳と求めるべき償い。
この映画の始まりは、デライラ・フィッツジェラルドっていう女性がひどい目に遭うところだったよね。彼女の顔が切り裂かれちゃうなんて、本当に衝撃的だった。そうだな。彼女は売春婦だが、その尊厳を踏みにじられたんだ。カウボーイたちに顔をナイフで切り裂かれ、深い傷を負う。リトルビル保安官が、そのカウボーイたちに鞭打ちの罰を与えたけど、あれって彼女たちの求める償いだったのかな？いや、レイム、あれはビルが自分なりの法を適用したに過ぎない。彼の法は、加害者の命を取らず、彼が考える秩序を保つことを優先したんだ。しかし、デライラたちにとって、それは納得できる償いではなかった。そうだよね。顔に大きな傷を負わされたのに、鞭打ちだけなんて。その通りだ。彼女たちは単なる肉体的な痛みや、それに伴う金銭的な保障だけを求めていたわけじゃない。彼女たちが本当に欲していたのは、自分たちの尊厳が踏みにじられたことへの正当な償いだったんだ。だから、自分たちでお金を出し合って、賞金をかけたんだね。まさにそこだ。彼女たちは、男社会の中で弱い立場に置かれているにもかかわらず、自らの手で正義を実現しようとした。その賞金は、顔に傷を負わされたデライラだけでなく、彼女たちの働く売春宿の他の女性たちの共有の尊厳を取り戻すための、必死の願いだったんだ。でも、その賞金が、ウィリアム・マニーや他の賞金稼ぎたちを呼び寄せて、結局はさらなる暴力を生み出してしまったんだよね。そうなんだ。彼女たちが求めた償いは、結局、男たちの暴力と金銭欲に飲み込まれていく。デライラが負った傷は、単なる肉体的な傷だけじゃない。それは、社会の中で弱い立場に置かれた女性たちの、踏みにじられた尊厳の象徴なんだ。彼女たちの行為が、物語全体の引き金になったわけだ。その通り、彼女たちの償いへの切実な思いが、マニーという過去の亡霊を呼び覚まし、リトルビルとの対決、そして多くの血が流れる悲劇へと繋がっていく。デライラと他の女性たちの傷つけられた尊厳と、それに続く求めるべき償いの行動は、この映画における暴力の連鎖と、それが生み出す悲劇を考える上で、非常に重要な出発点になっているんだぜ。映画が問いかける暴力と贖罪の本質。暴力の連鎖と、それがもたらす悲劇的な結末。この映画、最初から最後までずっと暴力が描かれている印象があるね。それが何を生み出したんだろう？ああ、まさにそこがこの映画の核心だ。映画全体を貫くのは、一つの暴力がさらなる暴力を呼び、それがとめどなく広がる暴力の連鎖なんだ。デライラさんの顔が傷つけられた事件から始まったもんね。その通りだ。あの最初の暴力が、賞金を呼び、ウィリアム・マニーやスコフィールド・キッドといった賞金稼ぎたちを動かし、結果的に彼らが再び銃を手にすることになる。マニーは、もう人を殺したくないって思ってたのに、結局また殺し屋に戻っちゃったもんね。ああ、彼の過去の業から逃れようとする努力は、暴力の連鎖によって再び引きずり込まれてしまうんだ。特に、親友のネットがリトルビルによって殺されたことは、マニーの中で眠っていた最も凶暴な部分を完全に呼び覚ますトリガーになった。ネットも、人を殺すことに苦しんでたのに、結局命を落としちゃったし、ネットの死は、この暴力の連鎖がいかに無情なものかを示している。彼は過去の罪と向き合い、平和な生活を望んでいたにもかかわらず、その願いは暴力によって断ち切られてしまう。彼が受けた拷問も、そしてその死も、すべては暴力をめぐる因果応報の結果と言えるだろう。リトルビルも、法の名のもとに暴力を振るっていたけど、最後はマニーに殺されてしまった。リトルビルもまた、暴力のサイクルの中にいたんだ。彼は秩序を守ると称して暴力を振るったが、その行為自体が新たな暴力の種をまいていた。彼の死は、どんなに強大な権力を持っていたとしても、暴力の連鎖からは逃れられないという、悲劇的な結末を象徴している。誰も幸せになってないよね。そうだ。この映画は、暴力が一時的に何かを解決するように見えても、結局はさらなる苦痛と悲劇しか生まないことを痛烈に問いかけているんだ。
登場人物たちがそれぞれ異なる形で暴力を振るい、あるいは暴力の犠牲となることで、その暴力の連鎖がいかに避けがたく、そして最終的に全てを破壊してしまうのかを、まざまざと見せつけているんだぜ。真の贖罪は可能なのか？許しとは何か？この映画を見ていて、結局、誰も本当の意味で救われていないように感じたんだけど、真の贖罪って、そもそも可能なのかな？ああ、レイムの疑問は、この映画が最も深く問いかけている部分の一つだ。真の贖罪は可能なのかという問いは、この作品の根底に流れるテーマだ。ウィリアム・マニーは、過去の罪を償おうとしてたけど、結局また人を殺しちゃったもんね。あれは贖罪とは言えないのかな？彼の行動は、亡き妻クラウディアへの誓いを破り、再び血に染まる行為だ。映画は、彼が本当に贖罪を達成できたのかどうか、明確な答えを出さない。むしろ、過去の暴力から逃れることの困難さ、そして償いがいかに複雑で、時に新たな罪を生み出すかを示している。じゃあ、許しっていうのは、どうなるんだろう？デライラは、自分の傷を許してもらえなかったし。そうだ。この映画の世界では、許しという概念が非常に希薄なんだ。被害者であるデライラは、加害者から許しを得られないどころか、むしろ自分たちの尊厳が踏みにじられたままだ。そして、彼女たちの求める償いも、結局は暴力によってしか果たされない。被害者も加害者も、お互いを許すことができないから、ずっと暴力を繰り返すしかないってこと？その側面は大きい。登場人物たちは、過去の行動や現在の状況から来る罪悪感や怒りを抱えているが、それらを乗り越えるための許しの道が、ほとんど提示されない。自己を許すことも、他者を許すことも、極めて困難な世界が描かれているんだ。なんか、希望がないような気もするね。しかし、だからこそ、この映画は深い。ラストシーンのマニーは、再び闇の中へ消えていく。彼がその後、どうなったのかは描かれない。これは、観客に彼の贖罪は果たされたのか？許しは得られたのか？という問いを投げかけているんだ。真の贖罪とは、暴力から完全に手を引くことなのか？それとも、暴力でしか解決できない現実の中で、どこまでが許されるのか？そして、許しとは、誰が誰に与えるものなのか？そういった、簡単には答えが出ない本質的な問いを、この映画は私たちに突きつけているんだぜ。許されざる者が現代に伝える人間の業と救済のメッセージ。この映画、見ていてすごく重たい気持ちになったんだけど、それでも、何か私たちに伝えたいメッセージがあるのかな？ああ、レイム。許されざる者は、確かに救いのないように見える映画だ。だが、だからこそ、私たち現代人に向けて非常に重要なメッセージを投げかけているんだぜ。それが人間の業と救済というテーマだ。人間の業って、なんだろう？それは、人間が本質的に持っている暴力性、欲望、そして過去の過ちから逃れられない宿命のようなものだ。映画に登場するウィリアム・マニー、ネット、リトルビル、そしてデライラたちも、それぞれ異なる形でその業を背負っている。彼らは暴力の連鎖から抜け出そうともがきながらも、結局はそれに絡め取られていく。誰も、そこから逃れられなかったもんね。その通りだ。この映画は、人間がいかに暴力から自由になることが難しいか、一度過ちを犯せば、その罪から完全に逃れることがいかに困難であるかを、冷徹なまでに描いている。それは、現代社会にも通じる普遍的なテーマなんだ。じゃあ、救済っていうのは、どこにあるんだろう？誰も救われてないように見えるけど、この映画における救済は、ハッピーエンドや許しといったわかりやすい形では描かれない。むしろ、それは暴力の本質を直視し、その悲劇的な結果を私たちに突きつけることで、暴力への警鐘を鳴らすという形での救済なんだ。つまり、反面教師みたいなもの？そうとも言えるな。映画は、安易な正義や英雄譚を否定し、暴力の裏側にある醜さや虚しさを容赦なく描き出す。それを通じて、力による解決がいかに多くのものを破壊し、何をもたらすのかを観客に深く考えさせる。なるほど。だから、私たち自身が、
暴力について、そして許しについて、考えなくちゃいけないんだね。その通りだ。この映画は、現代社会が抱える根深い問題。例えば、終わらない紛争、差別、そして個人間の争いといったものに対する、一つの警鐘でもあるんだ。真の救済は、暴力の連鎖を断ち切り、互いを理解し、許し合うことの中にしか見出せないという、非常に厳しい、だが普遍的なメッセージを、この許されざる者は私たちに伝え続けているんだぜ。総評またはまとめ。これまで許されざる者について深く掘り下げてきたけど、この映画が西部劇の歴史に与えた影響って、本当に大きいんだね。ああ、その通りだ、レイム。この作品は、単なる西部劇の枠を超え、暴力と贖罪という普遍的なテーマを、これまでにないほど深く掘り下げた傑作だ。安易な英雄物語じゃなくて、人間の内面の闇まで描いていたもんね。そうだ。登場人物たちが抱える過去の罪や葛藤、そして暴力が呼び起こす悲劇の連鎖は、見る者に強烈な印象を残す。彼らは誰もが許されざる者として、自身の業と向き合うことを強いられる。だからこそ、現代の私たちにも響くメッセージがあるんだね。まさにそこだ。この映画は、現代社会が抱える暴力の問題、そして真の償いや許しがいかに困難であるかを、冷徹なリアリズムで問いかける。エンターテイメントとしてだけでなく、人間の本質や社会のあり方を深く考えさせる。まさに映画史に残る不朽の名作と言えるだろう。本当に考えさせられる映画だったね。ああ、この作品が放つメッセージは、時を経ても色褪せることなく、私たちに深く響き続けるんだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。